こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら PB のですね、ショックレスハンマー、無反動ハンマーをご紹介します。はい、PB の無反動ハンマーの魅力を3つのポイントでね、ご紹介していきます。まず1つ目のポイントです。なんといっても無反動、ショックレスということですね。ハンマーは叩くとどうしても跳ね返る力が発生します。ですからそれを打ち消そうとしてこう、ね、力を入れると手首が痛かったりとか、なんかうまく叩けなかったという経験もあるんじゃないでしょうか。この PB のハンマーはですね、カットモデルがあります。ご紹介しますね。はい、中にですね、このようにね、はい、5円玉のようなですね、はい、プレートがいっぱい入ってるんです。これがですね、こう叩いた時に遅れてボンと落ちてくるわけです。叩いて跳ね返る力をですね、これが遅れてドンと落ちてくるんで、打ち消すという仕組みなんですね。バンとやった時にガシャンと。実際にですね、ちょっとね、叩き比べた映像がありますんでね、そちらをご覧ください。まずね、普通のソフトハンマーでいきますね。はい。どうしてもね、跳ね返ります。はい、ショックレスハンマー。はい、いかがです？ぴったり止まりますよね。続いてね、ちょっと一緒にスローでやってみました。ちょっとご覧ください。どうですね、ショックレスハンマーと一緒に叩いてみた感じですけれども、はい、このような違いがあるわけですね。はい、いかがでしょうね。バンとね、しっかりね、反動を打ち消してましたよね。はい、そんな PB の無反動ハンマーなんですけれども、ポイント2つ目、種類がたくさんあるということなんですね。これがね、ナイロンハンマーです。これがね、ずっともう本当に、もう20何年前ですかね、出たんですけれども、その当時からある無反動ハンマーで、これがね、ずっとスタンダードで人気でした。それに加えてですね、今度、こちら、コンビネーションハンマーが出たんですね。ナイロンとスチール、ね、コンビネーションハンマーが出ました。ここはね、鉄なんですけども、一つだけ注意してください。ここですね、鉄の無垢ではないです。このナイロンの上に鉄がカバーでついてるんで、点で当たるような作業には正直向いてないです。点で当たる作業ですね。割れてしまう可能性があります。面で当たるような作業でしたら、大丈夫ですけども、点で当たる作業には向いてないので、それだけご注意ください。コンビネーションハンマーがあります。それと、銅とアルミも出ました。ね、こちらはですね、無垢になってますんでね、ガンガン、やっていただいて構いません。ね、傷つけたくない相手に、使う銅とアルミのハンマーもあります。それと、今ちょっと現物ないんですけども、ここがですね、グラスファイバーになった柄のタイプもありますんでね、木ではなくてね、グラスファイバーがいい方、ちょっとね、お値段は高いですけれども、デザイン性ですとかね、機能性でそちらをお選びいただく方もいらっしゃいますね。そして3つ目ですね。ヘッドがですね、交換できます。どうしてもね、ここ、ぐずぐずになってきますよね。いろいろと叩いてくると。ヘッドが交換できます。ですから、例えば、こっちも丸じゃなくてね、平面にしたいとか、両方丸にしたいとか、そんな使い方もできます。ただしですね、PB のこのヘッドの交換はですね、かなり大変です。バイスに挟んでですね、ガリガリやらないとなかなか取れないんで、絶対バイスは必需品になります。PB のヘッドは交換できます。でも、交換はかなり大変ですんでね、それだけはご注意いただきたいなと思います。こちらのタイプはね、ロールピンですんでね、ロールピン。はい、これをピンを抜いて差し替えるという形になります。はい、そんなね、PB の無反動ハンマー、ね、種類もたくさんありますし、何にしても反動が来ないんで、手首がね、痛くならない、力加減をせずにガンガンいけるというのが魅力のハンマーです。ファクトリーギア各店と通信販売で購入できますのでね、今お使いのハンマーに
ご不満な点がある方、よかったら PB のショックレスハンマー使ってみてください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは PB の無反動ハンマーでした。